皆さんこんにちは、かっちゃんです。ゴーヤということで、今日は恒例の悪魔の漬けシリーズということで、ゴーヤを使いながらゴーヤの苦味を抑えて箸が止まらなくなるような悪魔の漬けゴーヤを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。キクラゲ 15g は水またはぬるま湯に浸して柔らかくなるまで戻します。ゴーヤ1本 250g は縦方向に半分に切ってスプーンを使いながら中央の種と綿を取ります。種と綿を取ったら 3mm 幅程度の厚さに切ります。切り終えたら塩小さじ1/2、砂糖小さじ2を加え揉み込み置いておきます。塩プラス砂糖を入れて揉み込むことでゴーヤの苦味がかなり抜けるので砂糖も入れて一緒に揉み込んでください。キクラゲは戻し終えたら細長く切っておきます。耐熱の保存容器に砂糖大さじ3、みりん大さじ3、酒大さじ3を加え、600W の電子レンジで1分加熱し、アルコールを飛ばして砂糖を溶かし合わせたら、醤油大さじ3、すりごま大さじ3、いりごま大さじ1、ごま油大さじ1、酢大さじ2、だしの素小さじ1、すりおろしにんにく、生姜各小さじ1を加え、合わせておきます。はい。でも今ゴーヤを置いて、ゴーヤがしんなりとして、ゴーヤから水分が出てきたら、水でさっと洗い流し、熱湯にゴーヤと切っておいたキクラゲを入れて3分茹でます。3分茹でたら、ざるにあけて水気を切り、布巾で包みながら水気を絞ります。水気を絞ったら、合わせておいた調味料に入れます。調味料に入れたら全体をよく混ぜ合わせ1時間から2時間ほど漬け込みます。はい。では漬け込んでゴーヤに味が染み込んだら完成です。あとお好みでカツオの削り節を散らすと美味しいので散らしながら食べてみてください。ではこんな感じで調味料に漬けだけ悪魔の漬けゴーヤの完成です。では、漬けゴーヤを使った簡単アレンジレシピ、今日も2品作っていきます。木綿豆腐を 600W の電子レンジで3分加熱し、水気をしっかりと切ったら、うちに卵1個を割り入れ溶きほぐし、600W の電子レンジでさらに1分加熱し、豆腐と卵を粗めに崩しながら混ぜます。豆腐と卵を加熱したら、ここに漬けゴーヤをお好みの量入れてください。ではあと少し味が薄い場合、塩コショウで味を整えて混ぜ合わせます。混ぜ合わせたらお皿に盛り付けて上から刻んだ小ネギとカツオの削り節を散らします。はい。ではこんな感じで漬けゴーヤを使ったゴーヤ豆腐チャンプルーの完成です。では2品目は春雨を戻してこの熱々の状態に漬けゴーヤの漬け汁と漬けゴーヤを加えて粗熱を取りながら春雨に味を染み込ませます。では粗熱が取れて味が染み込んできたら少し味を見て味が薄い場合、これも塩コショウや味ぽんで味整えてください。マヨネーズ好きな方はマヨネーズあえても美味しいです。OK。ではこんな感じで2品目のゴーヤ春雨サラダの完成です。はい。ではこんな感じで調味料につけるだけ悪魔の漬けゴーヤと簡単アレンジレシピ2品の完成です。
はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は調味料につけるだけ悪魔の漬けゴーヤを作ってみました。それでは本日は空きりんごチューハイで乾杯。乾杯。オータム。じゃあ早速いただきましょう。今年夏まだゴーヤを使ったレシピはやってなくて、ゴーヤレシピやりたいなと思ったんですけど、今回は恒例の調味料につけるだけ、漬けシリーズを作ってみました。まずそのままでいただきます。じゃあいただきます。ゴーヤイ。美味しい。切ったゴーヤを塩プラス砂糖も入れて揉み込むことによって、塩だけで揉むより砂糖を入れた方がしっかりと苦味が抜けながら、下茹でもしっかり3分茹でているので、ほんのり苦味がするくらい食べやすいレシピになってます。で、味付けの調味料も砂糖や醤油で結構砂糖をがっつり入れて甘さを効かせながら、すりごまをかなりたっぷり入れているので、すりごまの風味が強いので、ゴーヤの苦味が苦にならず美味しく食べれます。で、ゴーヤを下茹でした後に水気をしっかりと絞ることで、味付けの調味料がゴーヤにぐっと吸い込みます。で、このゴーヤの食感プラス、キクラゲを一緒に入れることで、キクラゲのコリッとした食感も美味しく食べれるレシピになってます。じゃあ、春雨サラダをいただきます。味付けの調味料に酢を入れてあるので、こうやって中華サラダっぽく春雨とあえても美味しく食べれます。で、他にもマヨネーズを足してスパサラにしたりとか、調味料を足して味を変えながら食べても美味しく食べきれます。じゃあこの最後、豆腐ゴーヤチャンプルーをいただきます。これバカうまよ。でもあらかじめ火も通ってて味も結構しっかり染み込んでいるので、なんかゴーヤとかだとゴーヤチャンプルーとかってイメージがあるんですけど、こうやって豆腐と卵と合わせて傘を増しながら、ちょっと味が薄い場合、春雨サラダもそうなんですけど、少量調味料を足して作り置きしといてささっと一品作れるようなレシピになってます。ほんと苦味をぐっと抑えてあるのでめちゃくちゃ食べやすいです。はい。ということで、今日は調味料につけるだけ悪魔の漬けゴーヤを作ってみた動画でした。しっかりと下処理しながら、苦味が取れてぐっと味の染み込んだゴーヤに、キクラゲのコリッコリっとした食感がすごく美味しいレシピになってます。ほんとゴーヤは栄養価も高くて、そのままでもアレンジしながらでも美味しく食べれるようなレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、ゴーヤー。苦くない。